アンニョンパクンです。今こちらにですね、ジュノさんを招きました。ジュノさんは韓国で大学まで通って、その後日本に来て、で、大企業で働かれて、今独立されて、自分の事業を運営されている方です。で、この7年間いろんなこと、日本人だったりとか日本文化体験されていると思うんですけども、日本に来て何を感じたのか、何がショックだったのかってことを、3つほど聞いていきたいと思います。そしたらジュノさん、よろしくお願いします。まずは一つ目、日本に来て衝撃だった日本文化は何でしたか？街がすごく綺麗。私、韓国では住んでたのがカンナムの方で、あと世界もいろんなところ行ってみたんですけど、世界どこと比べても日本の昼の街は綺麗だなって思います。世界の中で、いきなりなんですが、日本と一番似てる綺麗さを持っている国はどこでしたか？カナダのモントリオールとか綺麗でしたね。その綺麗さの種類にもいろいろあると思うんですけれども、外観が綺麗だったりとか、具体的に言うとどのようなイメージでしたか？ゴミが落ちてないとか、人たちも、タバコを道に捨てないとか、ゴミ捨てないとかもありました。特に、エピソードとしたら、ネズミとかも全然いるけど、マナーがいい。マナーがいいとかも感じました。ネズミってその動物のことですよね。例えばニューヨーク行った時の話ですけど、そこはもうネズミがギャンスターみたいにこうやって全然目当たったりしても逃げたりせずに文句あるからね、こんな感じで。面白いです。歩いてるから怖いってなります。大きくて街のど真ん中歩いてるし、確かに日本に来てネズミは出てもうすぐ消えちゃいます。そうですね。で、ゴミ捨てないって話だったと思うんですけども、逆に私たち、外国人からとしたら、そういうマナー一緒に守らないといけないんじゃないんですか。そういったことに対する大変さとかはありましたか？いや、全然その方が楽ですし、見るとか、体験にもいいですし、それがBroken Windows Rules とかもありますね。道が綺麗だったらみんな綺麗にするけど、窓が割れてたり、汚かったらみんな汚くするのもあるんで、それで日本が基本綺麗なんでみんなここに来た外国の方も綺麗に使うんじゃないかと自分の意見があります。そうですよね。街が綺麗だと自分もそれに従うようになるっていう。そこで感じたショックみたいなのありましたか？と、Airbnb、民泊経営されていると、そういったことに対するなんかあるんじゃないかな。私、民泊始まる前にはみんな汚く使うんじゃないかなと思ったんですけど、全然みんな今まで汚かったことがもう1、2回もないぐらい綺麗に使ってくださって、そんなに掃除することもなかったり、パクサもこう入った時感じたと思いますが、全然大丈夫な使い方になります。とても綺麗でした。それももしかしたら、外国人だったとしても、日本に来て綺麗だから、自分が部屋に入って過ごすときにも、綺麗に過ごそうってなるかもしれないんですよね。韓国の事情も気になってるんですが、韓国の綺麗さに対してどのように感じているのか。普段綺麗ですが、道の隅っことかにタバコが見えてたり、みんな磁場を吐きますね。それは結構好きじゃなくて、なんでそんな文化あるんだろうとか。わかります。ゴミは日本みたいに捨てられてはないと思うんですけど、ちっちゃいこと見れば、まだまだあるようなイメージあります。ありがとうございます。二つ目、日本に来て衝撃を感じたことは何でしたか？現金近いの文化です。現金？どういったシチュエーションで？どんなところも居酒屋やもう全然現金のみのところがまだまだ多いですし、韓国はご存知だと思うように、現金を全然1年に1回触るか触らないかぐらいの国になってますね。それは周りの国にも似てると思います。中国もスマート決済とかなってると思いますし、日本も最近ペイペイやタッチレスは増えたんですけど、まだまだ現金のみのところがあるからこそ、現金絶対に持たなきゃいけないし。これ面白いですよね。中国すごくて、6、7年前ぐらいからペイペイみたいなもの全部入ってて、名を見るだけ決済みたいな、そういう技術も出てるらしいですね。ってなると、逆になんで日本は今までその現金を使ってたのか、今も使ってるのかと思ったりしたんですけど、それに対して感じることはあったんですか？私もそれは疑問ですね。タッチレスが楽じゃないとかの考えもおりまして、現金も家で保管する、もう何百何千万円も置くこともあるって聞いて、それ盗まれたらどうするとかの考えもあります。僕はチャンネル運営しててよく来るのは、災害が起きたら、そういうキャッシュレス使えないだったりとか、に対する懸念だったりとか、カード使ってるとか使いすぎみたいな。そうあります。でも災害は聞いてそうかもなっ
と思いました。まあ、それもそうですが、ある程度の現金でいいじゃないとか。だって、地震になるよりも、例えば火事になって何千万円交換したのが全部なくなったりの可能性もあるんで、どっちがどっちも一緒じゃん。バランス感覚ですよね。うん世界いろんな国行ってたって話だったと思うんですけども、なんか他の国でも現金をよく使ってる国はありましたか？韓国や、アジア系がキャッシュレスが多い感じで、カナダもそうでしたし、アメリカもところどころなティップとかは現金使ったりとかもありましたので、世界的には割と少しは現金は使われてる状態かと。なんかヨーロッパも現金使うイメージあります。ありますね、ありますね。なんかこれもまた文化ごとに現金を使った方がいい。さっきみたいにそのティップみたいなものでところどころ残ってるかもしれないで。ですね。で、最後、3番目、衝撃を感じたこと、何がありましたか？迷惑をかけないこと。生活のしてるうちに、他人にできる限りぶつからないように、言葉も行動も気をつけることですね。これ逆になんか迷惑かけたなって思った瞬間ありましたか？例えば僕は知り合いの先輩が結婚しますっていう報告をするんですけども、それを先に聞いた僕がなんかグループラインで、この先輩結婚しましたみたいなのを僕が勝手にやっちゃって迷惑かけたことが一回あったんですけれども。ダメですか？日本は自分から言うのがルールっていうかマナー、よくあることらしいです。そういうのも面白いですね。なんか韓国だからこそ分からなかったことが迷惑かけちゃったり。そうですよね。しまったりそうですね。韓国だったら、結婚しました。みんなになんか知らせようみたいな流れなんですけども、日本は、なんか本人がその気持ちを込めてやるっていうのがあるから、なんかそういった意図せん、なんか迷惑かけたな、みたいなことは、なんかあったりしましたか？例えば私、仕事の手伝いとか、そこでいろいろ日本ではルールじゃないこととか、教えてもらったり、例えば箸で食べ物をこうやって渡しちゃいけないとか、みんなで使う皿には自分の箸出さないとか、ご飯の上に箸置いちゃいけないとか、いろいろ箸関係もありますし、ルール、マナーとかルールですね。そうですよね。特に最初の企業は日本の企業だったと思うんですが、そこで感じた、これ日本のマナーっぽいな、みたいなのありましたか？企業ではあんまないのが、なんか外国人がほとんどの企業だったんで、英語が共通語で、逆に私のがマナーある方ですね。そうだったんですね。そこでチームでイギリス人とか、アレジェンとかいろんな国行ったんですけど、裸足で仕事したり、ミーティングしたらみんな立って集めることがあったりしたら、全然裸足でこうやって参加したり、面白いなって思って。いや、ジュノさんはあまり大変だったりはしなかったんですか？ですね。私、その近さについて面白いなって思う派ですので、それが自分の経験になったり、後からこんなネタになったり考える方です。じゃあ、昔と自分を比べると、だいぶ変わってるなっていう印象ですか？感じます。なんかどのような違いがありました？MBTI っていうものも、INFJ から ENTP に変わったり、それで内向性から外出るのも全然好きになったり、人会うのも好きになったりとかもありますね。ありがとうございます。それが外国生活の醍醐味、面白いところかもしれないです。はい。ってところで、日本に来て、どういうとこを見てきたのみたいなことを、聞いてみました。ジュノさんが世界いろんな国行ってて、見たことだったりとか、聞けてとても面白かったなというふうに思いました。そしたら、最後の輪として、日本で長く生活して韓国帰ったら、何を感じるのみたいなことを聞いていきたいと思います。そしたら、ジュノさん、ありがとうございました。ありがとうございました。